はようございます。たかしです。本日は12月8日金曜日、ただいま9時41分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、ノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在冷やしでは上昇トレンド中です。黄色丸を見ていただければわかりますが、高値を切り上げ、そして安値を切り上げてきておりますので、上昇トレンド。ちょっとこの上昇トレンドは分かりにくいんですが、一応ダウ理論的には上昇トレンドという形です。その中で昨日大きく下落してきましたので、今はピンク丸の安値、ここを下抜けるかどうかっていうところに注目です。昨日の下落はその付近まで下落してきておりますので、このピンク丸の安値を下抜けると、冷やしの目線が下に変わります。そうすると、ここからは冷やし単位の下落トレンドに入っていく、大きく下落していくっていうことが考えられますので、まずは昨日安値付近を明確に下抜けるのか、それとも昨日安値まで本日もし下落してくればそこでダブルボトムで上昇していくのかっていうところを見ておきたいです。ストキャスティクスは安値圏からゴールデンクロスしてますが、ちょっとクロスの仕方が甘いので、本日も上値は重くなると思います。昨日長い下髭は作ってますけれども、本日このままここから上昇していくというイメージではなくって、今ちょっと下げてきてますが、一旦は昨日安値を試しに行くような動きをしてくるんじゃないのかなと。そしてその辺付近でダブルボトムとか下げ止まりを作ってからの次の反転上昇になっていく。そうすると冷やしのストキャスティクスも上昇していけますので、そのような動きになってくるのかなと思ってます。ただ本日金曜日、それから雇用統計もありますので、さほど明確な動きはしてこないと思いますので、基本的にはこの昨日の大きな下落に対する戻り売りの範疇で終わるのかなと。先ほどは昨日安値でのダブルボトムからの上昇っていうところも考えると言いましたが、本日はそこまでの動きにはなってこないと思いますので、まずは昨日安値ぐらいまでの下落、そこから下げ止まりを作るっていうその段階で終わるのかなと思っております。そして雇用統計で大きく下抜けてくるのか、それとも大きく上昇していくのかっていうところを見ておきたいですね。で、もし下抜け上抜けすればその流れについていけばいいと思いますので、まずは雇用統計までは戻り売り、もしくは様子見がいいと思います。では4時間足です。4時間足は下落の勢いが強すぎてよくわからなくなってきましたね。全体像が見えなくなってしまいました。今基本的にはこの GMMA の青帯ぐらいまでは上昇してほしいので、そうなると本日は 183.9 付近、184円ぐらいまで戻してくるかもしれません。ただその前にこのオレンジの水平線 182.8 付近、ここも意識されるラインになってきますので、この辺ぐらいまで戻してきて、ここからの下落になるのかなという想定もできますので、基本は戻り売りでいいと思いますが、今下落気味ですので、このまま下落していけば昨日安値ぐらいでのダブルボトムを意識して、その辺からの反発上昇を狙うことも可能だと思います。4時間足のストキャスティクス今は上昇中ですが、やはり今上値も重いですので、基本的には上昇したところは売られやすいですので、戻り売りですね。ただ昨日下髭も結構長いので、比較的上昇する可能性、先ほど言った 182.8 とか184円ぐらいまで上昇していく可能性もありますので、しっかりと上昇して上げ止まりを待ってから次の下落の流れに乗っていくっていうことをしないと、安値圏で戻り売りをしてしまうとこのまま大きく上昇していく、もちろん最終的には下落してくるかもしれませんが、今現在地付近で例えば下落しかかってるからここから売りでエントリーみたいにしてしまうと、ここから大きく上昇していくっていうことも考えられますので、その辺は注意ですね。しっかりと戻しを待つことが大切です。では1時間足です。昨日ツイッターでも投稿したんですが、ここの曲線すごく綺麗ですよね。この下落の仕方すごく綺麗だなと思いました。ただ綺麗な下落だと思うと同時に気持ち悪い下落の仕方とも感じておりますので、ちょっとこの流れ今からあまりついていきたくないなと個人的には考えます。昨日長い下髭をつけてますので、昨日の安値付近まで下がってくればそこでのダブルボトムをイメージ、そして基本的には GMMA の青帯ぐらいまで上昇してくればそこからの下落を考えたいんですが、本日もうすでに下落方向に動いております。ストキャスティクスも高値圏に来ておりますので、ここからこのまま
ま下落していく可能性もあるんですが、この下落には乗っていかない方が安全だと思います。まずは先ほど言った 182.8 付近もしくは GMMA の青帯付近までの上昇を待つ、その上昇を待つことが大切ですので、今朝方から下落してますけれども、この下落に乗っていくと大きめの上昇に巻き込まれる可能性があるので、そこは注意です。しっかりと上がってくるのを待つ、そして次上がってくればそこでの上げ止まりを待って次の下落の流れに乗っていく、こんなイメージですね。上げ止まりを待ってそこからの次の下落の流れに乗っていく、こんな感じでイメージしておくといいと思います。では次はドル円の日足です。ドル円日足はこのオレンジの平行チャンネルの中で動いておりました。こんな感じですね。そして今その平行チャンネルを下抜けてきました。そしてこの白の水平線、直近の目立つ高値も下抜けてきましたので、ここからは基本的に下落していくと考えております。ただやっぱり昨日の安値、ここを明確に下抜けられないと次のターゲットまではいけませんので、まずは昨日の安値を下抜けることですね。とは言いましてもストキャスティクスずっと安値圏にありますので、基本的には一旦の反発の上昇を待ちたいですね。日足単位ではもしかすると比較的大きく上昇していくのかなとも思っております。ポンド円もその辺は一緒です。結構大きく上昇するんじゃないかと思っているんですが、ただそれは中期的な目線ですので、短期的には戻り売りで昨日安値をもう一度試しに行く、そういう動きをしてくると思います。では4時間足です。ここに白のトレンドラインを引いております。本日はもう1本増やしたんですけれども、今までのこの下落の角度っていうのが外側の白のトレンドラインなんですね。そこからここ直近で内側のトレンドラインに変わってきたので、少し下落の角度が加速した感じですね。ですので本日上昇してくればこのトレンドライン付近まで戻してくる可能性もあります。それまでに何本か水平線がありますので、その辺をまず意識しておく。まずは 144.5 付近、その次が145円、そして 145.9 付近というこのあたりが戻り売りのポイントになってくると思いますので、そのあたりまでの上昇を待つ。現在下げてきておりますけれども、このまま下げてきた場合は昨日安値付近でのダブルボトムを考えておくのがいいと思います。ただ昨日安値を下抜けるともう一度下、ここ 139.4 付近、そのあたりまで下落していく可能性がありますので、その辺は要注目ですね。ただ本日そこまでどんどん下落するイメージはありませんので、基本的には昨日安値での一旦の反発を見ておきたいですね。その反発が弱ければもう一段下落、こんな感じですね。昨日安値で反発するんだけれども、その反発が弱ければもう一段下落していくなんですけれども、基本的にはこのまま下落してきた場合は昨日安値でのダブルボトムでの上昇、そしてある程度ですね 144.5 付近もしくは145円ぐらいまで上昇してからの次の下落の流れ、そんなのを見ておくといいと思います。では1時間足です。1時間足ストキャスティクス高値圏から今デッドクロスしそうなところですね。そしてもうすでに本日下落してきております。この辺はポンド円も同じなんですが、ちょっと下落のタイミングとしては早い気がしますので、やはり一度上昇するのを待ちたいところ、もしくは先ほど4時間足で言いましたように一旦下落しきって昨日安値ぐらいまで来たところでのダブルボトムを狙っておく方がいいかもしれません。そして下落のタイミングが少し早いと思いますので、もちろんこの下落に対して売り圧力が強いので早めに下落してきたとも考えられるんですが、個人的にはちょっと下落のタイミングが早いのかなと思いますので、ここから上昇していった場合145円とか 144.5 とかそのあたりでは反発してくるとは思いますが、もしここから上昇していった場合ですね、ダブルボトムを作っての上昇ではなくって途中から折り返して上昇していった場合は、その145円とかを上抜けてくる可能性がありますので、その辺は注目です。そして冒頭でも申し上げましたように、本日は金曜日、それから雇用統計に向けた動きになってくると思いますので、分かりにくい動きをするときは積極的にトレードは休んでいく方がいいと思いますので、分かりやすい動きの時だけですね。昨日の大きな下落に乗れていないから機会損失と思うことはないです。当然ここに乗れてたのが一番いいんですが、乗れなかったのであれば次のチャンスを待てばいいので、今焦って乗っていく必要はないと思います。そして大きな動きの次の日っていうのは調整の動きをします。そこから次の波を作っていく、どういう波になるかっていう調整の動きですね。ですので分かりにくい動きをしがちになりますので、大きな動きの次の日っていうのは一旦様子見でもいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。
週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたいとか、知識レベルを上げたいという方のそんなお悩みを解決します。またノートではメンバーシップ以外にも有料マガジンもやっておりますので、ご自身に合ったプランをご利用ください。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。どんな投稿かは Twitter に時々上げてますので、よければそちらをご確認ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube のメンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。